皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判、世界を感動させた本間中将夫妻の絆です。フィリピンで行われた本間正治中将の裁判はマッカーサーの復讐劇でした。彼には本間中将の指揮のもと大敗を喫し敵前逃亡した恨みがありました。そこで本間は捕虜取り扱いの責任を取らされたのです。戦後間もなく1945年9月に本間正治中将は戦争犯罪人として出頭を命じられ、実質わずか1ヶ月余りの裁判で、翌年2月11日、旧紀元節死刑の判決を下されました。4月3日という旧神武天皇祭かつ日本軍のバターン総攻撃の日に銃殺したのです。個人的な恨みを復讐によって解消しました。本間は捕虜扱いについては知らぬところでした。マニラ進駐にあたり、将校800人を前に1時間にわたり、焼くな、犯すな、奪うなを徹底し、違反者は厳罰に処すると訓示したほどでした。夫の命乞いではなく、日本の誇りを決然と示すため、本間中将の妻、藤子はフィリピンのマニラに向かいました。昭和21年2月、マニラ軍人法廷の最終日の最後に、本間藤子が弁護側証人として証人席に立ちました。和服姿で終始理知的な表情を崩すことなく、毅然として証言を続ける彼女に、法廷の人々の視線が集中していました。門田房子著、一切夢にござ候。本間正治中将伝より引用です。証言も終わりに近づく頃、被告人の人となりを問われた彼女は、しっかりと顔を上げて答えました。私は今も本間正治の妻であることを誇りに思っております。私には娘が一人おります。いつの日か娘が私の夫、本間正治のような男性と巡り合い、結婚することを心から願っております。息子には日本の忠臣、忠実な家臣であるお父さんのようになれと教えます。本間正治とはそのような人でございます。この言葉が通訳によって伝えられると、法廷のあちこちからすすり泣きの声が上がり、米軍検察官の中にも感動のあまり涙を拭う者がいた。そして本間中将自身も妻の自分に対する絶対的な尊敬と愛の言葉に接し、ハンカチを顔に当てておえつしていた。反日的なマニラタイムスをはじめとする地元紙も、翌日の紙面に彼女に対する好意に満ちた記事をこぞって掲載しました。以上です。2月9日、最終弁論に立った本間の弁護人、スケイン少佐は次のような言葉で弁論を締めくくりました。最後に指摘したいことは、被害者の証言は全て曖昧でした。証言の全てが活字にされた記録の中には見出せないことであります。4年前の出来事を6週間で調査するにはあまりに短い期間でした。しかし、我々弁護人は全員本間将軍の誠実さと高潔さを完全に信ずるに至り、彼の弁護人たることを誇りとするものであります。ファーネスも本間の弁護人として参加、冤罪を確信していました。東京裁判では中心的弁護人として日本側弁護に大活躍しました。以前の動画でご紹介した大金星を挙げたファーネス弁護人では重光の原型を勝ち取りました。判決後の3月11日、東京に進駐していたマッカーサーは、弁護人ファーネス隊と共に訪ねてきた藤子と会いました。あなたが最後の判決をなさるそうですが、その時は裁判記録をよくお読みになって慎重にしていただきたい。また夫の裁判に関する全記録をいただきたい。マッカーサー、よろしい。コピーを取ってあげましょう。生活に不自由なことがあれば、何でも援助したい。藤子夫人。お気持ちだけで結構です。藤子夫人は夫である本間中将の除名嘆願に行ったのではありません。裁判記録をきちんと読めば、立派な軍人である。死刑になる理由などないと確信していたのです。コピーは本間の無実を子供たちに明かしするためでした。後日マッカーサーは藤子夫人の訪問についてあろうことか、まるで本間中将の
命乞いに訪れたかのように、次のように語っています。本間夫人が直接寛大な処置を嘆願する機会を得たいと言ってきたので、私は夫人に会うことを承認した。夫人は本間裁判で弁護に当たった米軍将校たちに伴われてやってきたが、教養のある非常に魅力的な夫人で、この会見は私の生涯で一番辛い時の一つとなった。全くの嘘です。これほど公正に行われた裁判はなく、これほど被告に完全な弁護の機会が与えられた例はこれまでになく、これほど偏見を伴わない審議が行われた例もない。マッカーサー回想期。マニラ法廷で妻に最後の弁明の機会を与えたのも演出でした。生活に不自由なことがあれば何でも援助したいとの言葉も、彼がいかに寛容であるかを演じたのです。東京裁判同様、初めから結論ありき死刑でした。記念すべき日を選んで判決を下し、処刑したことが何よりの証拠です。フィリピンのレイト邸へと敵前上陸した時のものとして流布された写真は事実の撮影ではなく、1ヶ月後、コレヒドール島でライフのカメラマンのため自作自演で行ったやらせであり、事故の勇気を誇示しようとしたに過ぎないのです。処刑の日、本間は恥じることは何もないと目隠しを断りましたが拒否されました。銃殺隊に向けて最後に放った言葉は、さあ来い、享年58歳、見事な再起でした。A 級戦犯として処刑されたのは7名ですが、BC 級戦犯は世界49カ国の軍事法廷で裁かれました。被告人は約5700人で、約1000人が死刑判決を受けたとされています。本間正治中将はその一人に過ぎません。日本は尊い人材をなんとたくさん失ったことでしょう。次回のご案内です。東京裁判。天皇陛下を支えた木戸孝一、弁護人ローガンの奮闘です。チャンネル登録のベルマークとグッドボタンを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。